こんばんは、ゆうかです。撮影してる今日が6月の16日で、めちゃくちゃ天気良くて夏日。梅雨はどこに行ったんでしょうか。むしろ今、梅雨真っ只中。早く開けてほしい。さて、今回作っていくのはこちら。じゃーん。フルメカニクスのガンダムエアリアルです。以前、2023年にあなたが選ぶナンバーワンプラモは何っていうことで視聴者の方々からどのプラモが良かったか教えていただいたんですが、その時にこのフルメカニクスのエアリアルがすごい良かったということで作ってみたいと思って買いました。ハイグレードのエアリアルは以前作って動画にも上げているんですけれども、スケールも違うしギミックもかなり細かそうなので今回も楽しんで作っていきたいと思います。それでは本編をご覧ください。それでは開けていきます。ランナーは小さいものも合わせて12枚、100分の1スケールということでパーツも細かすぎず作りやすそうです。赤は普通の赤とメタリックな赤があります。それとマーキングシールが1枚、説明書は冊子になっています。箱がかなり分厚いので今の時間からじゃ今日中には完成できないかなと思ってたんですが、思ってたよりランナー少ないですね。これは完成できちゃうかもしれない。先に謝っておきます。すみません、完成までたどり着けませんでした。ただ未完成の制作動画では申し訳ないので今回はハイグレードエアリアルとの比較動画にしてみました。完成形だけ見たいんだって方は後編の動画アップをお待ちくださいませ。それでは説明書に沿って組み立てていきます。まずは両腕です。パーツ数は片腕24パーツ、どちらも同じ作りで反転しているだけみたいです。組み立て構造としてはスタンダードで目新しさはなかったですが組み立てやすい作りでした。ただ白い装甲パーツのほとんどがアンダーゲート仕様になっていて2度切りに時間がかかりました。腕だけでなく各部位の装甲がアンダーゲート仕様のため組み立てが早い人でも普段より製作時間がかかりそうです。もし早くアンダーゲート処理できる方法をご存知の方おられましたらコメントで教えてください。はい、腕ができました。フォルムはこんな感じですごくスマートでかっこいいです。こういう細かい塗り分けはハイグレードにはなかったので嬉しいなと思います。肩のシェルユニットはメタリックレッドのパーツにクリアブラックのパーツを重ねているので見る角度によって黒の中にキラッと赤が光ってかっこいいです。胴域はもちろん申し分ないです。うわ、すごい、こんな曲がるんだ。肩周りの走行もしっかり動くのでコーチングへの期待値が高まります。次はボディです。パーツ数は34パーツ、切り出し忘れていてここに写ってないパーツもあります。こんな形のパーツ他のモビルスーツでは見たことありません。他だとルブリスとキャリバーンぐらいでしょうか。外装をつける前はこんな感じ。首も前後できるしウエストもかなり動かすことができそう。肩はこんな感じでついてます。このように動くのはもちろんこういう動きもできるのでかなり可動域期待できそうです。あとは説明書通りに外装をつけていくだけ。一番お伝えしたかったポイントはお伝えできたのでキットと無関係な話になりますが、最近仕事が忙しくて更新頻度がめっちゃ下がっててごめんなさい。この前誕生日で10歳になったわけですが、以前のように徹夜続きだったりお風呂の時間を削って編集することが無理な体になってきました。さすがに今よりは更新頻度上げたいんですが、更新頻度下がっている時はおばちゃんだからしょうがないなと優しく見守っていただけると嬉しいです。はい、ボディができました。近くで見るとこんな感じなんだか画面越しに見ると仮面ライダーみたいにも見えてきました。サイドは結構厚みがあります。この肩の作りが本当に独特で
このようにちょっと自立してるような感じになっています。ビームサーベルもこうして動かすことができます。全体的に動きのギミックが楽しみな作りをしています。次は頭です。頭は全部で13パーツ。ようやく通常の赤いパーツが出てきました。100分の1スケールは作り慣れてないので新鮮な気持ちで作れて楽しいです。あ、なるほどね。この目の緑のパーツつながってここに出てるんですけれども、後ろをこうかぶせた時にここに出るようになってるんですね。よくできてる。ハイグレードだとこの緑の部分はシールですもんね。スケールが上がると塗り分けがしっかりされていて感動します。後のパーツもくっつけたら、はい、頭ができました。近くで見るとこんな感じです。エアリアルはかっこいいんですけど美人でもあってめちゃくちゃフォルムが美しいですよね。この頭頂部の部分はクリアブラックのパーツの方が少し浮いているので奥行き感があります。かっこいい。今日のおやつというか夜食はハーゲンダッツのキャンディングアーモンドです。期間限定らしいですよ。うちの近くでは時々ハーゲンダッツちょっとだけ安くなってる時があるので、そういう時にハーゲンダッツを買うようにしています。特にね、限定品は気になるので買っちゃいます。パッと見は普通のバニラっぽいような。それではいただきます。美味しいです。名前のキャンディングというのが入っている通り、アーモンドにキャラメルコーティングがされているような感じが口の中でしっかり感じられます。ナッツ系や焦がしたキャラメルの味が好きな方だったら結構ハマるんじゃないかなと思います。しかしハーゲンダッツは何食べても本当に美味しいですよね。企業努力がすごい。糖分摂取でやる気も回復。ごちそうさまでした。次は足です。足は片足41パーツ。反転してるだけで作りは同じです。ここのページから始まって1ページ2ページということで2ページ半。結構なボリュームです。足の作りは他の部位に比べてかなりパーツが分かれているように感じました。一番可動箇所が多い部位だからでしょうか。足先の作りだけですごい細かい作りをしてます。よくわかんない形してるな。本当にこれ合ってる？これは太ももの内部フレームで合ってるんですが、慣れているハイグレードだと太ももでこんなに細かくないし、大体が先に膝パーツとくっつけてから先に進むので困惑しました。このキットは先に太もも外装を取り付けるようです。次は太もも後ろから膝にかけてのパーツ。すごい不思議な形。これを後ろからはめ込んで膝と太ももがつながる作りになっています。あとは説明書通りに外装パーツと膝から下のパーツをつけるだけですが、外装パーツもそこそこ分かれていたため、どこがどこって独り言言いながら組み立てました。片足で20分。もう片方もパッと作って。はい、両足ができました。近くで見るとこんな感じ。さすが100分の1スケールっていう存在感です。可動域ですが、つま先、足先も曲げ伸ばしできます。足首の可動域がとんでもないです。膝もしっかり曲げ伸ばしができます。結構がっちりしているのでポロリという心配もないです。今もうすぐ0時を迎えようとしています。さすがに夕方からの数時間で作り上げるのは無理でした。
気を取り直して最後に腰を作っていきます。腰は全部で15パーツ。このぐらいなら仕事終わりでもちょいのちょいで組み立てられます。平日の仕事後にちょっとプラも触れるのって幸せな時間ですよね。今更ですが腰だけでなく全身ポリキャップレスです。おかげでポロリもないし組み立てが楽でした。はい、腰のパーツが完成しました。前の部分と上の部分とサイドの部分もしっかり動かすことができます。正面向きで飾ることが多いと思うんですけれども、こういう後ろ側見えなそうなところまでしっかり塗り分けされているのが素晴らしいなと思います。すべてのパーツができたので合体させてみます。でか足長。はい、フルメカニクスガンダムエアリアル本体の完成です。こちらがフルメカニクスのエアリアル、こちらがハイグレードのエアリアルです。それぞれ違いを見ていってみましょう。頭の位置を揃えてみるとこれだけ大きさに違いがあります。遠目だとクオリティ差はさほど感じません。だけど近くで見比べてみるとこれだけ違いがあります。撮影時は気づかなかったけど結構顔が違うことに驚きました。ハイグレードの方がシャープでクール、フルメカニクスの方が丸みがあって可愛いです。横から見ると目の大きさの違いが一目瞭然。後頭部の丸みも肩の形もビームサーベルの柄の長さも全然違います。シェルユニットはハイグレードのシールとフルメカニクスのメタリックパーツでは輝きが大きく異なりました。撮り方が下手すぎて伝わりにくいですね。ごめんなさい。後ろを見てみるとさらに違いがよくわかりました。スケールが違うものを同じサイズで比較するのが間違えていますが、フルメカニクスの作り込みが細かいことがよくわかります。初めて作りましたが、マスターグレードよりもしくは同等に細かく圧倒的に作りやすくてフルメカニクスの素晴らしさを知ることができました。膝裏のこのパイプの描写はとっても素晴らしいなって思います。皆さんはどちらの方が好みですか？ぜひ動画の感想と合わせてコメントで教えてください。はい、というわけで今回はすぐみのフルメカニクスガンダムエアリアル本体とハイグレードガンダムエアリアルを比較してみました。こういった同じ機体でスケールの違いを比較したこと今までなかったので、こういう動画もいいなって皆さんに思ってもらえてたら嬉しいです。次回の動画では組み立てが済んでないウェポンパーツを作って2体ともしっかり墨入れをしてポージングをつけたりしてさらなる比較をしていきたいと思っておりますので、そちらもぜひ見ていただけたら嬉しいです。次回も楽しみにしてるよって思ってくださる方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。この年で初めて体操教室に行ってきました。まずこれが初めての前宙、これが初めてのバク転。1時間レッスンをしていただいて帰る頃にはこのぐらいできるようになっていました。人間何歳になってもチャレンジすることが大事ですね。